会社人人生最後の勤務が終わった。定年を迎え、すがすがしい気持ちと達成感を抱えて家族が待つ家に帰る。玄関の扉を開けると、そこはもぬけの殻だった。寒くて長い冬が終わる。空気はまだ少し冷たいが、花も咲き始めて澄んだ空気が気持ちいい。今日で3月が終わる。それと同時に、俺の長かった会社員人生も終わりを迎える。新卒で入社して以来、43年間勤め上げたこの会社ともお別れだ。これまでの人生、妻の瞳ともずっと仲良く過ごしてきた。娘2人にも恵まれ、平々凡々なサラリーマンとして、普遍的な幸せの形を代表してきたに違いない。これからは妻と2人きり、のんびりと田舎暮らしでもしてみようか。そんなことを思いながら、会社員最後の朝ごはんを食べるためにリビングに向かった。今日くらいはここまで支えてくれた妻に感謝の気持ちを伝えてもいいかもしれない。いつもと同じ朝、いつもと同じ時間、いつもと同じ行動。これが明日からはなくなるのだ。何十年も支えてくれた君へ感謝の気持ちを伝えよう。なんだか不思議な気持ちだった。おはよう。あ、起きたの？さ、ごめんなさい。ちょっと後にできる？そう言って彼女はどこかへバタバタと消えていく。その後もキッチンや自室を行ったり来たりしていて落ち着きがない。今日に限って何があるのだろうか。今日くらいは俺を優先してくれてもいいのに。俺は少し煮え切らない気持ちを抱えながら最後の朝食を一人きりで食べるしかなかった。じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。出勤の挨拶を交わすや否やすぐにきびすを返そうとする彼女を引き止める。今夜外食でもどうかな。なんで今日なの？いや、なんでって、今日は俺の最後の出勤日だから、たまには2人で食事でもどうかなって思ったんだけど。今日は忙しいからまた今度にしてくれる？瞳はあっさりと言い切り、そのままリビングへ戻ってしまった。行ってくるよ。誰もいない廊下に声をかけて玄関の扉を開ける。ひどく重くて何十年も開け続けたものとは到底思えない。今日が俺の最後の日だということを忘れてしまっていたかと思ったが、そうでもないらしい。もっといたわってもらえると思っていたが、俺が期待しすぎたようだ。今日という日が特別な日だと感じていたのは俺だけだった。いつもと変わらない通勤経路を重い足を動かして進んでいく。こうして最後の出勤となった。俺が入社して3年目の頃、瞳は新卒で入社してきた。ありきたりだが職場恋愛によって結ばれた縁だった。彼女の明るくて周りをパッと照らす性格に知らぬ間に惹かれていたのだ。もちろん顔もタイプだった。職場での飲み会が開かれたりしてもなかなか距離が縮まらない。アプローチするタイミングを見計らっていた。そんなある日のことだった。なあ、頼んでいたあの資料できたのか？上司が瞳に話しかけるのを自分のパソコンに向かいながらなんとはなしに聞いていた。資料ですか？今日の12時までに作っておいてって言ったよな。徐々に穏やかではなさそうな声が聞こえてきたので、俺は横目で状況を伺っていた。彼女は明らかに困惑の表情を浮かべている。上司の言ったことに心当たりがないのは明白だった。聞こえてんのか？上司が詰め寄る。はっとした彼女は早口で返した。申し訳ありません。今すぐにやります。今からやっておけって言ったこと聞いてなかったのか？申し訳ありません。上司の言葉がきつくなり、彼女は小さく身を縮めている。ふざけんなよ！あと2時間でできるわけないだろ！もういい！お前に頼んだ俺がバカだったよ！バコンと大きな音を立てて上司が彼女の机を叩き、その場を去っていく。瞳は自分の肩を
自分の腕で抱きしめ、唇を噛みしめてうつむいていた。その目には涙はなかった。大丈夫？夕方になり、業務が落ち着いてきた頃、瞳が席を立つのを見たので思わず追いかけた。執務室を出た廊下で引き止める。振り返った彼女の顔は未だに曇っていた。先ほどの上司の一件がどうしても気になり、声をかけずにはいられなかった。どうしたの？仕事が溜まってるなら手伝うよ。なるべく優しい声を心がけた。君の心の内側を開いてほしくて。実は私、あの資料作成、頼まれた覚えがないんです。え？聞けば、上司は彼女に仕事を頼むのを忘れてしまっていたらしい。完全に言った気になっていて、それを棚にあげて、彼女を怒鳴ったのだ。あれだけ他の社員が周りにいる中で叱責されてしまった彼女、どれだけ自尊心が傷つけられたことだろうか。俺は憤りを感じずにはいられなかった。わかった。俺に任せて。任せてって。俺はその足で執務室の上司のデスクへと向かった。事務作業をしていた上司が怪訝な顔で俺を見上げる。どうした？その場で堂々と臆せず言いつける。彼女が仕事を依頼されていないこと、それは上司の言い忘れであること、そして言い渡したと勘違いしたことにより彼女をひどく傷つけたこと。そんなわけねえだろ。俺はあいつに頼んだんだよ。忘れたのはあいつだ。上司は立ち上がると焦ったようにわめき始めた。そして自分の非を認めることはなかった。あまりにも理不尽です。彼女に謝ってください。自分でも驚くほどの低い声だった。情けない姿を晒す上司に我慢も限界である。これ以上みっともない言い訳を聞かされたくない。手のひらにぐっと力がこもった。その時、ちょっといいかな。俺の後ろから声をかけてきたのは、目の前の上司のさらに上の責任者。俺のような一般の社員はたまにしか話さないような上役だ。彼は穏やかな笑みを口元にたたえながら、鋭い目つきで聞いてきた。午前中、君が部下を怒鳴りつけたって聞いたんだけど。目の前の上司は分かりやすく青ざめた。口をパクパクさせるだけで言葉らしい言葉が出てこない。しかも今聞いてたら君の勘違いって言うじゃないか。それなんて言うか知ってる？そう言って上役は上司を引き連れて別の部屋へと向かった。俺は執務室の入り口で待機していた彼女を振り返る。彼女は遠目に見ても怯えているのが分かった。彼女を安心させたくて、俺は満面の笑みで親指を立てる。その時の彼女の笑顔を俺は忘れたことはない。そんなことがあったからか、彼女の方から話しかけてくることも増えた。あの日の就業中、申し訳なさそうな顔をした彼女に呼び止められる。まさきさんにお願いがあるんですが。どうやら取引先の人間に呼び出されたらしい。ただそこは車でないといけないのだが、運転に自信がないという。代わりにお願いできないか、そういう内容だった。もちろん断る理由なんてない。二つ返事で了承した。約束の日、現れた彼女は取引先に行くにしては少しカジュアルな格好をしていた。勤務中には見ないオフの日の彼女という感じがして新鮮だった。まるでデートのようでもあるし、気恥ずかしくもあった。渡された目的地をカーナビに設定し出発すると、彼女から話しかけられる。この間はありがとうございました。気にしないで。なんてことないように振る舞うので必死だった。心の中では小躍りもいいところだ。浮かれていた俺は気づくのが遅れた。あれ、ここが取引先？たどり着いたのはこじんまりとしたイタリアンの料理店。見覚えのありすぎるそれは、逆にうちの会社の取引先としては覚えがない。いえ、本当は。助手席から降りた彼女は恥ずかしそうに切り出した。取引先の人間と会うというのは嘘で、本当は先日彼女を助けた俺のために
お礼の気持ちを込めてこの店を予約してくれたのだという。しかもここは前から俺が行きたいと言っていた有名なイタリアンだ。予約を取るのも簡単ではない。そんな労力をかけてまで俺を思ってくれることに喜びを感じずにはいられなかった。その店は評判の通り料理がとても美味しかった。一緒に食事をした人が彼女だからというのもあると思う。特別で幸せな時間を過ごすことができた。そしてこの幸せな時間を今日限りで終わりにしたくないという気持ちが強く出てきたのを感じる。こんな素敵な女性を他の男に渡したくない。この先も彼女と一緒の時間を過ごしたいと思った。瞳。彼女を初めて下の名前で呼んだ。あなたのことが好きです。俺と付き合ってくれませんか？はい。私もまさきさんのことが好きです。上司から助けた時とは違う。心から嬉しそうな表情を見せてくれたのだった。肩に回された腕を外す。なあ、結局どうなんだよ。だから違うってば。鬱陶しい追求から逃れて足早にその場を去る。ここのところ同僚から瞳と付き合っているのかと勘ぐられ続けている。あしらうのもそろそろ疲れてきた。明言されているわけではないが、この会社の慣習としては職場恋愛が認められていない。瞳も友達の女子から少しずつ突っ込まれ始めているらしい。バレるのも時間の問題かと思われていた。二人で仕事のことを話していても周りで噂されているのを感じた。正直言って居心地が悪い。ちょっといいか？そんな時上司から呼び出された。まさか瞳とのことがバレたのかと一瞬ヒヤッとした。実はお前に転勤の事例が出ている。違う意味で衝撃だった。仕事のことよりも瞳のことがまず最初に頭に浮かんだ。もしかしたら二人のことがバレて俺が飛ばされることになったかもしれない。そんな邪推が頭をよぎる。瞳と離れ離れになるのは嫌だった。しかし思い直す。むしろ今がその時なのかもしれない。瞳に結婚を申し込むタイミングが。そうすればこの気まずい雰囲気に悩まされることはなく、堂々と二人で一緒にいることができる。瞳についてきてほしい。そう思った。話があるんだ。彼女を呼び出すと不安そうな顔をした。その彼女の手を取る。俺転勤だってさ。伝えると彼女は息を飲んだ。二人が離れ離れになることを想像しているのかもしれない。振られるのではないかと。だけどこれから伝えたいのはそうじゃない。俺についてきてくれないかな。不安げな表情から驚きの表情へ変わっていく。結婚しよう。そしてその表情は最後に嬉し涙へと変わった。その後瞳は仕事を辞めて専業主婦となった。転勤先でも変わらず仕事に向かう俺を支えてくれるだけでなく、日常的にちょっとしたサプライズもしてくれる。誕生日やクリスマスにはサプライズプレゼントがあり、休みが合えばいつの間にか温泉旅行を用意してくれている。二人の娘にも恵まれ、家族にもたくさんの愛情を注いでくれる。日々の生活が楽しくてしょうがなかった。会社人人生最後の勤務が終わった。会社の人間から多くのお祝いメッセージや贈り物をいただいた。同じ部署の社員に見送られながら会社を後にする。これまでいろんなことがあったが、なんだかんだ言って長らくお世話になったこの会社にも少なからず愛着が湧いていた。帰る道すがら今朝の瞳とのことが思い出される。確かに寂しい思いはしたが、彼女の支えや娘たちの存在があったからこそここまで続けてこれたと思う。改めて感謝の念を持った。花でも買って帰るか。誰に向けるでもなくつぶやくと、いつもの帰り道を少しそれて花屋へと向かう。
家に着く頃には朝のことなどよりも早く瞳に会いたいという気持ちが勝っていた。解放された清々しい気持ちと定年による達成感を抱えて玄関の扉を開ける。ただいま。しかし誰からも返事がない。それどころか部屋は真っ暗。そして家具が何もない。もちろん瞳はいない。まるで一夜にして盗賊にでもあったかのようにもぬけの殻だった。は？不可解な状況に脳が追いつかず、現状把握にしばらく時間がかかった。その後襲い来るのは激しい焦燥感。みんな俺を置いて行ってしまったのか。何か手がかりはないかとキョロキョロと辺りを見回す。すると床に一枚の紙が落ちていた。そこには知らない場所の住所が書かれている。わけもわからないが、ここにみんながいるのかもしれないと思った。そんな一縷の望みにかけるように車に飛び乗る。一体どうして？運転しながらもなぜ？どうして？ということしか浮かんでこない。夫婦仲はうまくいっていると思っていた。でもそれは俺が思っていただけかもしれない。瞳が我慢して合わせてくれていただけなのかもしれない。その限界が来てしまって出て行ってしまったとしたら、世間でよく言う熟年離婚、そんな熟語が頭に浮かび上がる。まさか俺と瞳が、そんなことを想像してもいなかった。一言でしかなかったのに。やだ、俺は瞳と別れたくない。別れたくないんだよ。なぜなら彼女をまだ愛しているから。メモに書かれていた場所に到着した。やはり知らない場所だ。暮らしていた都市部から少し離れた田舎に近いところで、人気も少なく漠然と不安がよぎった。そこに立つ一軒家に近づくと人がいる気配がする。瞳たちかもしれない。慌てて扉を開けて中に入ると、そこには求めていた人たちがいた。瞳！喉からかすれた声が飛び出る。裏返った声はどうにか彼女たちに届いていた。あ、お帰りなさい。おかえり。意外な答えが返ってきて、その場に立ち尽くす。この状況はどういうことなのだろうか。ごめんね、内緒にしてて。彼女が近づいてくる。それとともに徐々に頭が冷静になってくる。よく見ると家具などに見覚えがあった。まるで荷物が丸ごとこの家に移ってきたみたいだった。これは。目の前の彼女はいたずらっぽく笑った。それはまるで若い時に戻ったかのような、当時のサプライズ好きな彼女の面影が目に映る。引退したら田舎でゆっくり暮らしたいって言ってたじゃない。定年後の俺の願いを覚えててくれていたらしい。その願いを叶えるために俺に内緒で新しい家を用意していたということだ。俺の気持ちを覚えててくれるところも昔と変わらない。懐かしい気持ちとともに、さすがに衝撃の強すぎるサプライズだと思わず笑った。今朝はごめんね。サプライズ当日である今日の準備が忙しく、そのため朝からバタバタしていたらしい。計画がバレないように必死だったという。そこまでして用意してくれたことに今は激しく心を揺さぶられていた。長い間家族のために働いてくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。お父さん、ありがとう。瞳からも娘たちからも愛のある言葉をもらい、目の奥が熱くなる。鼻の奥がツンとして目の前が滲んできた。お父さん泣いてる。娘に茶化されながらも今朝からの不安が払拭された安心感と、家族からの愛と驚きの感情がごちゃごちゃだった。俺も今まで頑張ってきてよかった。目の前の彼女たちも破顔する。瞳はつられて涙ぐんでいた。ありがとな。これからもよろしく。あ、みずき？
今、電話大丈夫か？うん、大丈夫だよ。今帰りかな。お仕事お疲れ様。俺の名はシンジ。水質検査機器を取り扱う会社に勤めているサラリーマンだ。電話の相手は俺の妻の水木。今俺は単身赴任中で、水木と9歳になる娘の優奈とは離れて暮らしている。娘の優奈は俺と水木が結婚して間もなく生まれた子で、俺は子供が大好きだったこともあって、それはもう可愛がった。初めてパパと呼ばれた時なんて思わず泣いてしまった。休みの日には一日中優奈にべったりで、水木にシンジの方が優奈に遊んでもらってるみたいね、とからかわれるくらい一緒に過ごした。そのおかげか、パパ、パパ。ん？抱っこ？うん、抱っこ。俺に向かって両腕を目いっぱい伸ばして抱っこをせがんでくる優奈はすっかりパパっ子に育っていた。そんな可愛い優奈が2歳になる頃に俺の地方への転勤が決まってしまった。マンションを購入したばかりだったこと、まだ幼い優奈と水木の2人を置いていくことになることを思うと断ろうとも思ったが、そうすると昇進の道が断たれてしまう。優奈の将来のことも考えると、しっかり稼いでおかなければ。悩んだ末、俺は単身赴任をすることに決めた。水木にそのことを話すと、わかった。優奈と2人で頑張って、シンジが帰ってくるのを待ってるね。すまない。優奈もまだあんなに小さいのに。そうだね。優奈には私から話しておくよ。いいのか？でも。シンジったら優奈に甘いから、パパ行かないでって泣かれたら、単身赴任やめちゃいそうじゃない。思わず笑ってしまった。おっしゃる通りです。やはり水木にはかなわない。俺は優奈に甘えられたり泣かれると、どうしてもダメって言えなくて、こっそりおやつをあげたりして、水木にはよく怒られていた。情けない話ではあるけれど、ここは水木にお願いすることにした。水木から単身赴任の話を聞いた優奈は、まだ2歳だったこともあり、よくわかっていないようだった。けれど、俺が家を出る前日、優奈は俺の荷物が入った大きなカバンを見て何かを察したのか。その日はなかなか寝ようとしなかった。よくわかっていなくても、次に寝て目を覚ますと、俺がいなくなると感じているようだった。パパ、遊んで。眠いのだろう。目をこすりながら、そういう優奈。でも優奈、眠いんだろう。眠くない。遊んで。そういうものの、もうほとんど寝そうになっている優奈に俺は、じゃあ、宝探しをしよう。宝探し？優奈それ好き。だろ？じゃあ、パパが宝物を隠してくるから、優奈はここで待っててな。うん。そう言って俺は部屋を出た。少しすると部屋から優奈の寝息が聞こえてきた。眠ってくれたか。俺は部屋のあちこちに宝物を隠した。宝物は優奈の好きな両端をくるっと結んだピンクの小さい飴だ。優奈と約束したからな。宝探しなら電話越しでもできる。俺はできるだけたくさん隠した。隠しながら、これじゃ俺の方が優奈に遊んでもらいたがってるよな。俺の方が2人と離れることを寂しがってるかもしれない。そう気づいて笑ってしまった。あれからもう6年。2歳だった優奈は9歳になった。単身赴任先が飛行機で移動する距離だったため、家族とは年に数回しか会えない生活だった。帰るときは遅くなっても必ず水木は起きていて、俺の帰りを待ってくれていた。優奈もギリギリまで俺の帰りを待ってくれていたのか、ソファーで寝てしまっていたこともあった。そんな優奈は、俺が赴任先に戻るときには、いつも泣いてすがってきた。パパ、もう行っちゃうの？行っちゃやだよ。ごめんな、優奈。パパ、お仕事ばっかりで。優奈、パパ困ってるでしょ。水木に止められても泣き止まない優奈。俺の足にしがみついて離れない優奈に、俺はポケットから飴を取り出す。
いつからか俺はいつもユーナと別れるときにユーナの好きな飴を渡すようにしていた。両端をくるっと結んだピンクの包み紙の小さい飴。俺の足にしがみつくユーナの小さい手に飴を握らせる。俺が持つと小さい飴はまだ幼いユーナの手には少し大きかった。ユーナはしゃっくりをあげながらもちゃんと飴を受け取ってくれた。ユーナはいい子だな。パパちゃんと帰ってくるからな。ママと2人でパパが帰ってくるの待っててくれるか？うんと声にならない返事をしてユーナはうなずいた。マンションを出て家がある階の方を見上げると、水木に抱きかかえられたユーナがベランダから手を振ってくれていた。遠目から見ても泣いていたのがわかるくらい、赤い顔のユーナが力いっぱい手を振っているのを見ていると、このまま家に戻ってしまいたい衝動に駆られた。ダメだ、2人のためにも仕事に行かなければ。俺は気持ちを切り替えて、2人に手を振ってから職場に向かった。赴任先に戻るたびに見たユーナの寂しそうな顔を思い出していたら、受話器からユーナのパパという声が聞こえた。ユーナか？パパ、お家に帰れることになったんだよ。そう、俺は単身赴任が終わり、本社へ戻ることが決まった。やっと家族の元に帰れるのだ。俺は6年間の単身赴任が終わり、やっと家族一緒に暮らせる喜びをかみしめながら家路を急いだ。あの日、俺の単身赴任が終わることを知ったユーナは大喜びだった。シンジ、いつ帰ってくるの？来週？来月？まだ辞令が出たばかりで、さすがにそんなに早くは帰れないよ。ユーナったら、パパいつ帰ってくるのって毎日聞いてくるのよ。帰ってきたら水族館へ連れて行ってもらうんだってさ。水族館？あの子、海が好きでね。この間学校の作文にね、イルカと一緒に泳ぐことが夢ですって書いたんですって。へえ。水族館か、いいな。2人とも喜んでくれそうだ。いいな、行こうか、水族館。え、本当に？うん。2人にはずっと我慢させてきたんだ。これからはいっぱい遊びにも行こう。やったー！ユーナ！パパが帰ってきたら水族館連れて行ってくれるって。本当？受話器からユーナの嬉しそうな声が聞こえた。そう、ずっと寂しい思いをさせてきたのだ。今まで我慢させた分、家族の思い出を増やしていこうと、家に帰ったらすぐに連れて行く約束をした。昨日も電話で、明日は早く帰ってきてね、パパ。ああ。絶対よ。水族館も行くんだからね。うん、約束したもんな。といった感じで念押しされたしな。そしてカバンには苦労をかけた水木へのプレゼントを入れていた。誕生日や記念日以外でプレゼントとなると少し気恥ずかしいが、俺がいない間一人でユーナを育ててくれた彼女には感謝の気持ちでいっぱいだったから、この日のために用意していた。喜んでもらえるかな。早く2人に会いたいな。家族がいる町の空港に着いてすぐ、携帯に着信があった。人事で同期の小野からだった。俺は何か嫌な予感がした。トラブルか？まさかこんな日に。どうしたんだ？なぜか小野の呼吸は荒かった。おい、大丈夫か？早川、奥さんとゆうなちゃんが。俺は小野から聞かされた内容がしばらく頭に入ってこなかった。小野からの連絡は、水木とゆうなが出先で事故に巻き込まれたというものだった。1ヶ月後、早川、邪魔するぞ。家に小野がやってきた。部屋には水木とゆうなの家。仏壇のそばには水木に渡すはずだったプレゼント。事故当日、水木とゆうなは俺のためにプレゼントを買いに出かけていたらしい。水木のカバンからその日買ったと思われるプレゼントが出てきた。事故に巻き込まれた時のショックか、箱が少しへこんでしまっていた。俺はそのプレゼントの中身を見る勇気が持てないまま、その箱は置かれていた。何もする気にならない。
あの事故から抜け殻のようになってしまった俺に、小野は関連会社への出向を提案してきた。今の精神状態で本社の仕事をするのは難しいだろうと配慮してのものだった。二人がいないならもうどうでもいい。俺はそんな気持ちで出向を受け入れた。ただただ日は過ぎていった。気づいたらもう出向に出る日を迎えていた。出向先は水族館だった。出向先までの通勤時間はとても長かったが、二人の痕跡が残るマンションを引き払う気持ちにはとてもなれず、毎日往復数時間かけて通った。水族館での仕事は水質管理が主だが、営業時間内の館内の見回りも業務のうちだ。広い館内はいつも家族連れで賑わっていた。楽しそうな家族を見かける。父親が娘の手を引いて水槽の中を眺めていた。娘は反対側にいる母親に魚について聞いている。彼らのような家族の笑顔を見るたびに、なぜここに水木と優奈がいないのかと思う。本当ならあの家族のように3人で水族館に来ていたはずなのに、なんで俺はここにいるんだ。考え出したら止まらなかった。どうして俺は一人ここにいるんだろう。あの家に帰っても、もう誰も出迎えてはくれない。家を出るとき、決まって見てしまうベランダ。そこを見ても、もう手を振ってくれるあの子はいない。二人がいないのに、どうして俺はここにいるんだ。ひどい孤独感からそんなことをずっと考えていた。そして、優奈、水木、会いたい。どこに行けば二人に会えるのだろう。俺はすべてを捨てて二人の元に行ってしまいたい衝動に駆られた。ふらふらと館内を歩いていると、全面ガラス張りのイルカの水槽の前で足が止まった。大きな水槽を前に、まるで自分が海の中にいるような感覚を覚えた。そうだ、優奈は海が好きで、イルカと一緒に泳ぐのが夢なんだと、水木が電話で言っていた。優奈もこんな気持ちでイルカを見ていたのだろうか。そんなことを考えていると、パパ、どこに行ってたの？と手をつかまれハッとした。優奈。慌ててつかまれた右腕を見ると女の子がいた。優奈より少し小さいくらいで、髪を二つ結びにした可愛らしい子だった。あ、女の子は俺の顔を見ると人違いだったことに気づき、不安そうな表情になった。迷子なのだろう。お父さんとはぐれたのかなとでも何か返してやらなければいけなかっただろうに、俺は全く違うことを考えていた。パパと久しぶりに呼ばれた。自分のことをパパと呼んでくれるのは世界に一人しかいなかった。なぜいなくなってしまったのか。なぜもっと一緒に過ごさなかったのか。単身赴任なんてしなければ、出世より何より大切だったのは家族との時間だったのに、俺の方を冷たい何かが走る。おじちゃん、大丈夫？気づけば俺は女の子にすがって泣いていた。まるで優奈が赴任先に帰る俺にすがって泣くみたいに。淡々と日々の仕事をこなしていても、自分の時間は二人がいなくなってしまった日でずっと止まっていたことに気づいてしまった。おじちゃん、泣かないで。女の子は戸惑いながら俺にあるものを差し出した。飴だった。俺がいつも優奈にあげていた両端をくるっと結んだピンクの包み紙だ。この子は優奈じゃない。分かっていても言わずにはいられなかった。ごめんな。この子に伝えれば優奈にも届くんじゃないかと思ってしまった。守ってあげられなくてごめん。痛い思いをさせてごめん。水族館連れて行ってあげられなくてごめん。すると女の子は小さな声で、いいよ、と言ってくれた。そして子供のようにしゃくり上げて、泣く俺の頭を優しく撫でてくれた。優奈も水木ももう帰ってこない。でもその時確かに二人がそばにいるような、二人に許してもらえたような気がした。
俺の頭を撫でる女の子の手があの日のユーナの小さな手と重なった。その後、女の子を受付に連れて行き、迷子の案内を入れてもらうと、すぐにその子の両親が飛んできた。女の子が帰るとき、俺が罰が悪そうに手を振ると、女の子は、もう迷子になっても泣いちゃダメだよ。と笑った。どうやら女の子からすると迷子の俺を迷子センターに連れてきてあげたようだ。女の子に釣られて俺もなんだか笑ってしまった。あれから半年後、小野が俺の様子を見に水族館にやってきた。本社にいた時と違う俺の顔を見て安心したのか。よかった。こちらに来て正解だったな。いろいろと心配をかけてすまなかった。まったくだ。なあ、そろそろ本社に戻らないか。みんなお前が戻ってくるのを待ってるよ。ありがとう。みんなにも心配かけてすまなかった。でも、俺はここに残ろうと思う。俺はいつの間にかここでの仕事を楽しいと感じられるようになっていた。俺は暇があれば、あのイルカの水槽の前に行った。あの日、二人がいたような気がした水槽の前で、何もせず、ただ過ごすようになった。それで十分だった。もう以前のように二人の後を追いたいとは思わなかった。俺があのまま二人のとこに行ってたら、きっと二人とも怒るだろうから。いつか自分が天寿を全うして二人の元に行った時、胸を張って会える自分でいよう。今の俺はそう思えるようになった。数年後、俺は水族館の近くに住居を移した。ようやく二人がいたマンションから離れる決心がついたのだ。部屋を片付けることは想像以上の寂しさだった。どれも思い出が詰まっていて、俺が感極まって手が止まってしまうたびに手伝いに来てくれていた小野に促されてやっと片付いた。けれど辛いことばかりではなかった。いいこともあった。二人が亡くなる当日、俺に用意してくれていたプレゼントを開けることができたのだ。中身はネクタイだった。なんとイルカの柄が入っている。きっと本社に戻った俺が忙しさで約束を忘れないようにユーナが選んだんだな。さすがに本社につけていくには厳しい柄だが、水族館で働く今の俺にはぴったりだ。たまに館内で会った子供がイルカのネクタイに気づいて褒めてくれるようになった。今日もイルカのネクタイをしていた俺に小さい男の子が、イルカだ、かわいいね。ありがとう。これね、うちの子が選んでくれたんだ。ユーナが褒められたようで少し気分が良くなった俺は今日もイルカの水槽の前に来ていた。ふと水木が言っていた言葉を思い出す。ユーナは海が好きでイルカと一緒に泳ぐのが夢なんですって。あれならユーナの夢を叶えられるんじゃ。悩んだ末、俺はもう一つ決断をした。数ヶ月後、俺は海の上にいた。両手には二人の遺骨と花束。ずっと納骨できずにいた二人の遺骨を散骨することにしたのだ。海が好きだったユーナと水木。この方法ならユーナのイルカと泳ぎたいと言っていた夢がもしかしたら叶うかもしれないと思って、イルカに会える可能性がある場所を選び、途中で花束も買って船に乗った。あの日、水木に渡せなかったプレゼントの代わりに花だけでもせめて彼女に贈りたかった。ごめんな、だいぶ待たせちゃったな。俺が寂しがるせいで二人を長いこと引き止めてしまった。でも、もう大丈夫だ。俺はそっと二人を海に流していく。風に舞って海に溶けていく白い粉と花を見つめながら、俺は二人にありがとうと感謝の言葉を送った。